にちは、りさです。今回は長沢市からスタートしていきたいと思います。ちょっとね、今外で多分小学生か中学生かすごいでっかい声でなんか喋っててちょっと声入るかもしれないんですけど、動画を撮影していきたいと思います。部活かなんかが終わった時間帯なのかな、なんか次から次へとすごい子供の声が聞こえてくるんですけど、まずはこちらのいつものシャイニージェルミオのピールベースから塗布していきたいと思います。子供が元気なのは別にいいし、今もちょうど7時ぐらいなんで全然遅い時間じゃないからいいと思うんですけど、なんか酔っ払いとかね、大人が騒いでるんだったらちょっと怖いなって思います。ベースジェルを塗って30秒ほど硬化できました。では次はチップをつけていきます。前回と同じくこちらのスタンドタイプのハンディライトを使っていきます。今回使うチップはキャンドゥのネイルチップ330円の商品ですね。オーバルタイプになります。ライトをつけておいてから爪に貼り付けます。根元は1ミリ程度開けておきます。少し気泡が入ってしまったんですけど、これは及第点とします。他の指も同じようにつけていきます。今日が3月29日の土曜日なんですけど、なんかね、今日雨降ってて急にまた寒くなっちゃったんですよ。昨日までめちゃくちゃ暖かくって、桜の花もねブワって一気に咲いてたんですけど、なんかね、また冬に逆戻りしたみたいな感じです。私は今日は美容院に行ってきたんですけど、ニットを着てアウターを着ずに行けるなと思ったんですよ、いつもの感覚でそしたらめっちゃ寒くってびっくりしました。お店の中はすごい暖かかったんですけど、外出た瞬間にマジでずっと震えるぐらいの勢いで寒くて、こんな形でネイルチップをつけることができました。ライトの方に入れてしっかりと硬化していきます。しっかりと硬化できたので、爪の裏側にノンワイプトップを塗っていきます。爪の裏にトップジェルを塗って硬化できました。左手も同じ作業をやっていきます。こちらで両手とも長さらしをすることができました。このまま右手のアートに入っていくので、左手の表面に少し出てしまっているベースジェルの部分の未硬化ジェルを拭き取っておきます。ちなみにこれはキッチンペーパーの色付きのものなんですけど、別に普通のキッチンペーパー白いものでも特に変わりはないので何でも大丈夫だと思います。ではまずはチップの表面にベースジェルを薄くワンコート塗ってカラーがしっかりと密着するようにしていきます。そういえばいよいよ来月のネイリスト検定の受験票が家に届きました。本格的に試験に向けて練習と準備をやっていこうと思うんですけど、ネイリスト検定が終わったらちょっとね、旅行に行きたいなと思ってて、私海外にね実は行ったことないんですよ。なんですけど、ちょっと初海外旅行をね一人でやってみたいなと思ってます。といっても多分めちゃくちゃビギナー向けの韓国に1泊2日で行こうかなと思ってて、なんでかっていうと、うちには猫ちゃんがいるんですけど、あんまり長い間家をね出あげるわけにはいかないので、ちょっと1泊2日が限度かなっていう感じなんですよね。
ネイルをメインにした旅をしてみたいなと考えてます。ご存知の方も多いと思うんですけど、韓国にはネイルモールっていうショップがあって、ネイルの専門店なんですね。日本だと多くの場合は資格を持ってたりとか、ネイリストとして働いてる人じゃないと入れないですよっていうところが多いと思うんですけど、韓国のネイルモールは一般人とか旅行者とかでも入ることができるそうなので、ちょっとぜひねそこに行ってみたいなと思ってます。ぜひね検定終わってゴールデンウィークが終わったぐらいの土日とかで行ってみたいなと思ってます。あとは現地のサロンでもし日本人でも施術してもらえるところがあったら行きたいなと思ってて、ちょっとその情報とかもねリサーチしてます。なんかもしこれを見てくださってる方でおすすめのスポットとかネイルサロンがあったらコメントで教えていただけると嬉しいです。ベースジェルを塗って硬化できたので、次はカラージェルを塗っていきます。使うのはネイルバイオのドイジェルヌーディーベージュという色になります。こちらは以前も紹介したんですけど、結構白みの強いベージュカラーになってます。ベースカラーを2度塗りして硬化することができました。次は同じシリーズのネイルバイオのヌーディードライローズというカラーを使っていきます。同時にこちらのキャンドゥで買ったスポンジとこのアイテムですね。これは別になくても大丈夫なんですけど、こんな感じでスポンジを掴んで、持つことができるスティックを使っていきます。こちらは Amazon で購入しました。このスポンジはこの大きさが入ってるんですけど、私は事前に小さく刻んでいます。多分ね小さい方が操作しやすいと思うので、小さいスポンジを出して準備していきます。これでこうやってスポンジを掴んで、色をつけれるよっていうものになってます。このドライローズのカラーを使ってちょっとねチークネイルっぽく真ん中にぼわっとにじませていきたいと思います。結構チークネイルって実は難しいですよね。10本同じように爪にカラーをぼかしてつけるってなかなか難しいと思います。カラーを爪の真ん中に置いて、ポンチでこのカラーの周りをトントンと叩いてぼかしていきます。結構難しいですね。全面に当てちゃうとスポンジがカラーを吸ってしまうので、縁だけをぼかすとちょっとうまくいかない気がしたので、少しやり方を変えていこうと思います。まず爪の中心部分にカラーを置いて、結構ねジェルを染み込ませた状態のスポンジでこのカラーを全体的に叩いてなじませていきます。スポンジが最初のうちは全部カラーを吸っちゃってあんまりぼかせてないなって感じになると思うんですけど、これぐらいねしっかりスポンジにカラーを染み込ませてあげると、こんな風にカラーを取りすぎずに調整することができるので、この状態で少しずつ何回かに分けて、ぼかしていくといいと思います。一度硬化を挟んで、もう一度カラージェルを爪の中心に置いてスポンジで叩いていきます。爪の中心部分にヌーディードライローズを塗ることができました。結構初めてにしてはなかなかうまくできたかなと思います。ではこちらの上に次はネイルタウンのクリアマグ04番っていうのを重ねて塗っていきたいと思います。こちらはネイルタウンのマグネットジェルのボトルタイプのシリーズでシルバーのマグネットが入っています。他の色にあまり干渉しないような感じの作りになっているので、このカラーを塗ってその上から透明感のある別のカラージェルをつけてあげると発色が変わるというようなものになっています。これを爪の先の方にだけ塗布していきます。思ったよりジェルがびっしり入ってますね。こんな感じで爪先にだけに塗布をして、ブラシを使って少し境目をぼかすように伸ばしていきます。境目の調整ができたらマグネットを当てて光を集めていきます。根元はちょっと寝かせ気味にして先端を光らせたいですね。こんな感じかな。いい感じになったら硬化します。こんな感じでチークマグの状態にしていきます。他の爪にも塗布していきます。
うちょっと粗めのマグでも良かったかなという感じですね。マグネットを全ての指に塗ることができました。まだ表面はボコボコしてるんですが、これだけでもめちゃくちゃ可愛いですよね。今回はこの上にいくつかパーツを置いていきたいので、使用するパーツを出して準備していきます。まずこちらがダイソーで購入したグリッター 6P セット桜03というものになります。ダイソーの桜の花びらのラメが確か去年出てすぐバズって売り切れちゃいましたよね。私あれ全然買えなくって、今年はちょっと早めに見つけることができたので購入してきました。ただ全部使うわけではなくって、この白い桜の花びらを使っていこうと思います。こちらは Amazon のプチココというショップで買ったんですけど、同じく薄めのピンクと濃いめのピンクの桜の花びらのホログラム、それからこちらはダイソーで購入したんですけど、ゴールドの月とか星、あとはハートとスクエアのパーツがセットになったものになります。こちらも使用していきます。さくらちゃんといえばなんですけど、この杖のね、クローカードの杖のパーツを見つけたので、こちらも使っていきます。これはね、確かネイル工房で購入しました。そうですね、今回は、テーマとしてはカードキャプターさくら×ワンホンっていう感じなので、全然最初に喋れてなかったんですけど、カードキャプターさくらのイメージしたパーツを使っていきます。めっちゃちっちゃい、かわいい。で、これだけだとちょっと杖感がないので、同じくネイル工房でこの魔法少女の杖に使う用のスティックタイプのパーツも買っておいたので、これも用意していきます。めっちゃありがたいですよね、このスティックだけのパーツがあるの。これはネイルタウンで買ったものになるんですけど、こちらのリボンとハートがついためちゃくちゃちっちゃいネイルパーツです。これなんかすごいクランプっぽくないですか？このハートとリボンがついてるやつ。あとここに王冠とか乗っかってたらめっちゃクランプっぽいなって感じなんですけど、ちょっとね、そのパーツも持ってるんですけど、サイズが大きくって、今回のネイルはできるだけ小さいパーツで仕上げたいので、ちょっとね、今回はこちらを使っていこうと思います。そしてちょっとこれは使うかわかんないんですけど、韓国のね、キャンディーストーンっていうショップでこちらのくまちゃんのパーツを、確かねこれおまけにもらったと思うんですけど、オーロラのくまちゃんですねのピンクのパーツがあるので、ちょっとこれも準備しておきます。カードキャプターさくらといえば実はテディベアだなと私思ってて、知ってる方はね知ってると思うんですけど、最初のシーズンかな、クリアカード編じゃない方の最終話かな、最後の方でさくらがテディベアを作ってシャオランに渡すんですよ。でそれを持って帰国するんですけど、そのイメージでなんかすごいカードキャプターさくらといえばテディベアだなっていう印象があって、ちょっとでも今回のイメージには大きいかなとは思うんですけど、ちょっとこれも準備しておきます。ただね、前の夜は短し歩けよ乙女の時と同じく、まだどの爪にどのパーツを乗せるかが全然決まってないので、これから考えていきます。悩みながらバランス見て、どの爪に何を置こうかなって考えるの楽しいですよね。皆さんカードキャプターさくらって見てましたか？私実は初回の放送時ってまだ幼すぎて覚えてないんですよ。だから再放送で2004年とか2005年あたりにやってたのを見て、そっからちょっと興味持って漫画とかを読んでっていう感じなんですけど、皆さんはどうですか？同じく再放送とか DVD とかビデオとかで見たよっていう感じなのか、それともリアタイしてたよっていう人もいるかもしれないんですけどね、やっぱ漫画版の方が印象に残ってますね、私は。今回はトップジェルでつけていこうと思うので、あらかじめトップジェルを少しパレットに出して取っておきます。ではまず親指からやっていきたいんですが、悩みますね。これ置いても可愛いけどな。これを置いていこうと思います。この杖ってやっぱり鳥とか羽がモチーフなんですかね。なんかこの赤いところがくちばしっぽく見えるなと思うんですけど、鳥なのかな、ただの羽なのかな。すごいさくらちゃんの杖みたいになりました。こんな感じで右手は完成にしたいと思います。
右手をすべてトップジェルでコーティングすることができました。結構主張は控えめなんですけど、ちゃんといるところにはパーツがいるっていう感じのネイルになりました。この桜がね、結構いい感じなんですよ。光が反射すると桜の花びらの形が見えて、遠目で見るとめちゃくちゃ控えめ、めっちゃいい感じ。左手にもアートしていきたいと思います。右手と同じ感じにしても可愛いかなと思うんですけど、ちょっとせっかくなんで変えていこうと思います。くまちゃんを使いたい。上にはこのクランプっぽいハートを置いていきたいです。あ、可愛い。めっちゃ可愛い、この組み合わせ。超可愛い。星の杖、真ん中の丸いのがないんですけど、星とこの杖の先の部分を置いていこうかな。はい、こちらでカードキャプターさくらの世界観を散りばめたチークネイルが完成しました。めっちゃ我ながらいい感じにできたなと思ってます。この動画が面白かったよ、ためになったよという方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。